はい、こんにちは。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。本日も、夏真っ盛りということで、大変暑い日が続いている毎日ですけども、皆さんどうお過ごしでしょうか。健康であることを、祈りつつ、今日もね、カンコレ楽しんでいきたいと思います。先日の、7月15日にアップデートが入りましたので、今日はまずはその中身の方をね、確認しながらこんばんは。進めていきたいと思います。亀谷さん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。そして、それが一通り完了しましたら、今日はね、日本海軍の機動部隊の中核であり続けた大型空母の昇格型空母のね、こちらの方を雑談を交えながら、任務の方もこなしていきたいと思います。説明欄には書いてあるので、また後でね、内容を確認しますけども、機動部隊決戦、こちらの任務の方を今日はやっていきます。さて、それでは最初に、アップデートのね、中身の方から確認をしていきたいと思いますので、画面の方をね、切り替えます。はい。これは、皆さんもね、よく見ている、ウィキですね。そこにメンテナンスの、概要をまとめてくれてますので、そこをちょっと確認しながらね、いきたいと思います。結構ね、今回もだいぶいろいろ変更点とかあるようなので、チェックしていきましょう。最初の方はですね、1番目、カンムスの梅雨モードの期間限定実装の終了と、梅雨明けということも発表されましたので、いいタイミングだったのかなということで、こちらの方はね、図鑑の方で後で見ることができるのでね、また来年雨の季節にということになります。そしておっと画面が広告になっちゃった2番目、2番目には、カサブランカ級護衛空母ガンビアベイの大型じゃないな、大規模改装の実装と、カサブランカ級護衛空母ガンビアベイのさらなる改装がね、今回実装になりました。その名もガンビアベイマーク2。マーク2ですよね。必要になるものは、当然レベルも必要になりますけども、配送設計図とカタパルトもね、今回必要と、戦闘消防は今回いらないというところくらいで、やっぱり必要なものは、ちょっとね必要になってくるので、さらに、運用方法としてはね、強襲揚陸艦的なね運用ということを書かれています。強襲揚陸艦というとね、何でしょうっていうことになっちゃうんですけども、今現在運用されている、現実でね運用されているとすれば、アメリカ海軍の海兵隊ですね。彼らは、独自でね空母を
みたいな、船をね持っています。そういった、先行部隊ということをね、示唆しているんじゃないかなと、私個人的には思っています。またね、対艦戦闘空母、そして対戦空母的な運用ということで、非常に多目的な運用が可能になると。またね、限定的な夜間戦闘も可能。夜間装備だから夜間戦闘をする艦載機を搭載できる、そういったことなんでしょうね。また専用ボイスも実装になります。カタパルトは今回のね、新たな任務でも獲得できるということなので、ぜひここはゲットしていきたいと思います。そしてこのマーク2の実装に伴って新たな、海藻特務空母の演習や新たな任務がね追加になっているようですね。ここもチェックが必要ですね。そしてここも、重要ですね。今まで8周年ということで、春限定のイベントというかね、限定任務がありましたけど、これも今回でアップデートで終了となってしまいましたので、もしまだという方はこれはもう致し方ないけど、それに伴いましてまた新たなね、夏季限定の任務が実装になっています。こちらの方も後々チェックしてね、攻略していきましょう。でここに重要なねセリフが書かれています。来たるべき次期限定作戦海域への航空作戦に備え、もう航空作戦に備えっていうことはもう次はね、空母主体の作戦になるということをちょっと言っているような気はしますね。そして基地航空隊の強化もね、今回図られると、まず先行実装ということなようなんですけども、ここもやっぱりチェックが必要になってくるでしょう。次に紹介するのが、来月7月20日からね、ローソン海域の、レモンサワー実装ということで、ここは2号船のね、精鋭空母とともに新開発の、佐世保温州みかんサワーか、無添加ご褒美搾りを投入するある軽巡会議というね、あるね、これはもうユラさんなんですけど水雷戦隊の、配備任務も実装になっております。そしてここからはね、夏限定の今回の実装になった艦務たちの紹介。最初はあけぼの会議の新しいまたグラフィックが実装になっています。水着モードは通常モードでね、ノーマルモードのものもありますけども、会員の専用のモードがねあるっていうことなので、もう皆さんもねここら辺はチェックされてるんじゃないかなと思われますので、ぜひここはねチェックしたいですね。そして、白露型、海白露型のね海風海2にも、そして、今回ね改装になった龍鳳海2も同様にね新たな差分が実装になったと。ここもチェックが必要です。そしてまた、日本海軍最後の水上戦闘で自ら強力な敵艦隊の来撃で撃破した主君の松型駆逐艦竹にもね、まさかの水着モードが実装ということで、ちょっとこれは意外でしたね。また彼女のね新たな妹たちも、今年中には収益するということなので、ここもここまでみんなタイプが違う子でしたから、次はどんな子が来るのかなと全く予想がつきませんけど楽しみですね。
そして今回ね、過去が梅雨モードで新しい、グラフィック追加されたんですけども、まさかの、睡眠モードのサムがまだまだ続くということで、ここだけはちょっとイレギュラーな感じですね。続けていっているようです。そしてここからは先ほども紹介にありました新たな基地航空隊の編成待ち時間短縮といったね、新しい、システムも導入されてきています。結構ね、入れ替えしたら時間何分くらいかな、15分ぐらいかからないと入れ替え完了しなかったりするんで、そういったところの短縮とかもね、測っての評価なのかなと思われます。そして、基地航空隊に新たな、整備レベルというね、ついに来たかと。基地航空隊にも、そういった拡張機能が新たに、試験的にね、運用が開始されるということなので、これについては、次期期間限定作戦でもまた改めてね、研究されることだと思うので、チェックしておきましょう。ここには細かいね、レベルに応じての効果とかが書かれていますので、ここはね、各自で確認をしていただければなと思います。結構細かい変更点というかね、評価内容になっているので、また、課金に頼らずとも、本日の実装任務でね、最大4個造成が可能ということですので、いや、ここを強化してくるということは本当に基地航空隊今後も活躍しないと大変なイベントになるんだろうなというふうに強く感じるところですね。あとここからは新たな家具コインとかね、家具のリストがちょっとずっとありますけども、この中で一番ちょっと気になったのが窓のない部屋というね、意外窓がないというね、ちょっと斜め上の新たな家具が実装されたりもしたりして、ちょっとどうなのかなと思ったりもしてるんですけども、ここはいろいろ考えているところがあると思うんでね、皆さん独自の判断で購入してみてもいかがではないでしょうか。また家具コインも今までね、20万までね貯蓄できたところが35万まで上限突破と、結構この20万っていうのがね、厄介だったというか、今はちょっとあんまり家具コインないんですけど、以前はだいぶ余ってまして、アバウトにね、半分だったり、開けちゃうともう20万超えちゃってしまった時もね、何度かあったりして、と思ってたんですけど、35万ですと、そういったこともないんじゃないかなというふうに思われるので、これはいい修正じゃないかなと思います。あとは、既存の、家具の新たなモードが追加されたということなので、これはね、各自で確認をしていきたいなというふうに思われます。まだまだ続きます。ここは新たな回収が可能になったということですね。今まで零式推定11型のオツ型のね、回収っていうのはできなかったんですけど、これが今回熟練搭乗員を活用して、精鋭推定にできるということなので、ここも地味にやっぱり評価というかね、していきたいなと
思います。またね、ある北欧娘のサポートによってね、こちらの新たなと言いますか、既存の装備のね、回収もできるということなので、ここら辺を強化をさせられるということは、やっぱり索敵値がね、今後も高い設定の回帰が現れるということだろうと思うんでね、可能な限り上げていきたいなと思います。また、ドーントレスもね、上位互換の並走にできるということなので、ここはちょっとまだ手はつけられ、私のところではまだちょっと手がつけられないかなと思いますけど、いずれは手をつけていきたいと思います。そして今回のアップデート、私一番ここをね、強調というか、重要だなと思うんですけども、今まで感情爆撃機は、対艦戦にはね、能力を発揮、特に問題なかったんですけど、対地攻撃に関しては、特定のね、艦爆しかできないというね、ことがあったんで、結構、制限がありました。今回のアップデートで、ユンカースとかね、99艦爆の22型、前回の任務で、報酬いただいたもの、それの熟練型や水星12型、あと、多分これドーントレスの新型なのかな、こちらの方も対地攻撃ができるということなので、今までよりも、戦術的にはね、幅が広がったと思うので、ここはぜひね、活用していきたいと思います。そして最後にね、いよいよなってきましたけど、カサブランカ級護衛空母においてのこの FM2、そして新たな新型ハイブリッド艦上戦闘機 FR1、これフライボールでいいのかな、これが SX 級とかね、カサブランカ級で運用すると高いね、能力が発揮されるということなので、これはまたちょっとわかんない装備がまた追加されちゃったなという感じなので、ここはゲットしたら確認をしていきたいなと。そしてまた地味にね、鹿野屋さん、そもそもなんで艦爆に対地攻撃ができないのか意味不明。そうですよね。一応爆弾搭載できるんですからみんなできるはずなんですけど、おそらくは対地攻撃をする訓練をされてなかったのかもしれないなんてね、いうふうに勝手に解釈はしています。それが今度からは妖精さんたちがね、頑張ってやれるようになったと、成長したということを表しているんじゃないかなというふうに思っています。そして、ここはまさかのね、フーミーがね、高速、設定になると、確か高速高圧艦をね、装備すると、低速から高速にタービンなしでなるとね、いうことだったはずです。まだ私のところではそこまでね、連度が高くなってないので、ちょっと実装はまだできませんけど、いずれは試していきたいというふうに思います。あとはそうですね、先ほども紹介された新型ハイブリッド艦上戦闘機のジェットとレシプロの、過渡期だった、そんなね、新たな装備の任務が実装ということになっております。あとはね、ここも地味ではありますけど、以下の艦武士たちの戦闘力がアップということになっております。グラーフ・セッペリン、アーク・ロイヤル、スズや熊野、ここはちょっと意外というかね、まだここでは確認取れてないようなんですけども、ちょっと搭載数の修正かな。
試作のみで、ありますねレシプロとジェットエンジン搭載機でしたが、ジェット時代には陳腐化してしまって、正式化されずじまい。ファイヤーボール当て読むんですね。ありがとうございます。そうですよね。技術の進歩はね、とにかく早いですから、ちょうどね、その中間で実装されなかった、現実的にはちょっと難しかったんじゃないかな。でも、カンコロの世界においてはまだまだレシプロ全盛期ですから、きっと活躍できるはずです。はい。そしてあとここからはね、あと最後になりますけども、新たな、夏服水着モードの追加をされたカンムースたちの紹介になっています。フーミーには、夏モード、オーストラリアの軽準パースには水着モードが実装、潜水母艦ジンゲイにも水着モード、本当にジンゲイはね、優遇されてますね。いろんなところで実装されています。パースもね、バレンタインとかでね、実装されてるんで、ここもかなり力が入ってるところですね。そして、ゴトランドね、ここは、来るかなと思ってましたけど、やっぱり来ましたね、ゴトランドはね。特に説明の必要もないでしょう。はい。あと意外だったのは、夕雲型駆逐艦の鈴波がね、水着モードになっていたりもしてね、ちょっと初めびっくりしました。私も最初この時、鈴波秘書官にしてたんで、いきなり変わってましたから、なんだこれというふうにね、思ったりもしていましたけど、結構いいね、感じだったので。そして、最後はね、宗谷とホノルル、ちょっと まとめてしまいますけど、前回の最終海域での開港になったこの両名もね、新しいグラフィックの実装となっております。はい。鹿野屋さん、欧州空母が軒並みパワーアップですね。新任務で欧米艦必須なものがありましたから、夏イベ派欧州確定でしょう。そうですね。夏イベントはバカンスということで、深海生還のあの人たちもね、夏モードも見ることができると思うんで、楽しみですね。ということで、簡単ではありましたけども、アップデートの内容をちょっとさーっと見てみました。はい。またね、何かご質問とかお気づきな点がありましたらコメントいただけますとありがたいです。可能な限りお答えできるように頑張ります。はい、では、早速ね、今日の出演記の方をね、していきましょう。はい、ここからは、機動部隊決戦ということで、始めていきたいと思います。はしゃはしょで昇格型空母の雑談も交えながらの攻略となりますのでよろしくお願いします。一応今回の出撃の海域は全部で4海域、5-2と、5-5、6-4、そして6-5というね、4つの海域にまたがっての出撃になりますけども、ちょっとね、時間の関係上、ちょっと全部今日やるのが難しいと私判断しておりまして、説明欄のところにちょっと追加しましたけども、5-2と6-5の攻略は終わっております。なので、残りの5-5と6-4、どちらも厄介なね、海域なんですけど、こちらの両方の海域で今日は攻略していきます。
2回勝利しないといけないということなのでね、まあ最短で4回で終われるかな、というふうには思うんですけど、どうなんでしょうね。URL に貼っております先に今回の出演記メンバーの詳細は載っておりますが、一応ここでも紹介をしていきたいと思います。安心してね。全力で参りましょう。はい、今回はね、一光線、赤城、そして、武蔵、加賀、タシュケント、宗谷、長波、宗谷ですよね。まあ、ここは補給艦でもいいんですけども、まあせっかくなのでちょっとやってみようかなと思って選んでみました。装備の方は、加賀さんはね、夜間戦闘仕様になっておりますので、装備もそのようになっております。はい。武蔵に関しては、もう殴る、もうね、火力でいきたいと思ってるので、手法と鉄鋼弾仕様。そして、加賀守るですね。5。こちらの方は、ジェット分身装備をね、搭載をさせてみました。ちょっとどうなるかわかりません。結構ね、これ装備すると、鋼材がね、減るの激しいんで、あまりやりたくないんですけど、今回は手強い回帰なので、この装備でいきます。この中では唯一対戦装備をね、しているタシュケント、ちょっと過剰かもしれないんですけど、三つ積みの対戦装備に、あとはレーダー装備になっております。宗谷に関しては、戦力としていうのではなくて、ルート固定要員ということで入ってるんですけども、ダメコンも装備して、準備万端と、戦力としてはあまり考えておりません。はい。そして、長波に関しては、前回からね、実装になってます。駆逐艦の夜間カットイン装備。このようなメンバーで、いきたいと思います。あとは、道中も、決戦も支援艦隊ね、出していきますので、これなら大丈夫でしょう。サムネにもありますけども、しましたけども、慢心はダメ絶対ということで、全力で攻略に当たっていきます。機動部隊決戦。こちらのね、任務の方はチェック。現在 50% なので、あと残りの回帰、攻略をしていければなと思います。イデヤさん、こんばんは。サッカー見てて遅れてしまいました。イデヤさん、こんばんはです。サッカーの方が重要だと思うんで、全然それは気にしておりませんし、むしろ来てくれてありがとうございます。ちょうどね、先ほどまでは15日のアップデートの紹介をしていましたので、ここからはね、出演起用していきますので、ちょうどいいところなので、ぜひ見ていってください。任せて。That would be great. 一応ゲージの方は破壊してますので、なんとかなるでしょう。はい。では。必ず敵の機動部隊に出てくるはず。加賀さんと私の一光線の誇り、お見せします。第一次攻撃隊、発艦してください。うらー。
切らせてとめを断つのよ。うわーよく見つかってやるしか服を切らせてとめを断つのよ。同志アドミラル、空色の巡洋艦がまた一番なのか？いや、何度でも嬉しいものさ。うん、原章。上々ね。はい、最初のね潜水艦マスは無事に突破ということで、ここからが鹿野屋さん、本当の戦い。この任務派、うちでは前提任務を来月戦果砲として撃つので、まだ出てないです。あ、なるほど。まあね、この任務に関して言えば、戦果砲がかかってる任務なのでね、まあ私的にはちょっと順番にやっていかないと追いつかないなと思って今日はね、選んでみました。はい。まあここでね、雑談っていうことになりますけども、日本海軍の航空母艦の完成型として最後を飾った、有料艦昇格型空母ですね。ミッドウェーの大敗によって、空母機動部隊の主力を失った日本海軍、残された昇格型空母は、主力を担う重責が課せられます。自軍の航空戦力の減少と敵戦力の進化増強という圧倒的不利な中で、昇格型になった重要役割とはどんなものだったんだろうかというところをね、今日は話していこうかなと思います。昭和17年の6月5日におけるね、ミッドウェー海戦、これで残ったのが大型中型空母はもう昇格型しか残ってないというね、非常に厳しい現実が突きつけられるわけなんですけども、これは戦前から想定していた米機動部隊へはね、航空アウトレンジ戦法というね、この戦法を先制攻撃をするということを念頭に置いていました。急降下爆撃機の彗星ですね。この運用可能な空母の、実に3分の2がね、失われてしまったということが、やはり痛いですよね。昇格型の2隻はね、日本海軍でアウトレンジ戦法と対抗できる唯一の空母になったということになります。商船改造空母の巡洋とかはね、飛龍に近い規模ですけども、速力の問題から、新型機の運用がね、制限があったりもして、この時点ではまだ昭和19年の完成予定の大砲はまだアウトレンジ攻撃可能な空母に収益がまだなっていない状態ですから、本当の意味で戦えるのはこの2人だけだったわけですね。そこで日本海軍は、ミッドウェー海戦直後の6月末に、新たにね、空母の増産計画を打ち立てます。海大砲型とかね、雲龍型、大和型3番艦を空母に変えると、こういった一大空母プランが出来上がるわけなんですけども、それでも完成するのは
2年も先ということですから、この2年間はもう圧倒的不利な状態で戦わなくてはならないというふうになったわけです。まあでもね、そうは言っても戦いは待ってくれません。同年8月には早くもね、アメリカ軍の反攻作戦が開始されて、小学型隊以降、昭和17年の12米機動部隊を相手に2度の航空戦をね、行っているわけですね。10月には、去年のね、イベントでもやりました、南太平洋の海戦。ここで米空母と互角以上に戦いを繰り広げて、一時はね、太平洋方面の米艦隊の空母、行動不能にまで追い込む活躍を見せます。そして昭和17年の昇格型は米機動部隊相手に都合3度の、航空戦。ここで被弾しちゃった。この任務の6-4ですが、調べたら新任務のガンビー任務と同時進行可能なので、合わせて来月消化します。それはそうですね、正しい。やっぱり効率的に考えないとね、いけませんから。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。来週一緒だね。心配だね。これでどうだ。昭和17年の戦い、ここでね、大型空母レキシントンとホーネットを、倒して、有利な戦闘を進めたと言えるでしょう。ですけども、ここで多くのね、艦載機を失ってしまう、パイロットたちがね、本当に頑張って戦っていた熟練パイロットたち、たちがね、いたわけなんですけども、今後お姉様の妹分、ヒレです。経験を積んでこの時はね、まだ200機もの攻撃機をね、出すことができたんですけども、今ではもう80機までしか出すことができないということで、非常に攻撃力の面でも大きく劣っていくことになります。はい。ということでまずは5-5の最初の戦闘をなんとか切り抜けましたね。よし。そうやも大破せずによく持ちましたね。よく頑張った。やられちゃった。ごめん。申し訳ありません。そうやだって戦えるんだというところを、見せられていいぞ。これが新鋭の艦載機。綺麗な翼。この子たちなら。この子たちならきっとやってくれる。それでは続けて、攻略ねしていきたいと思います。はい。必ず敵の機動部隊出てくるはず。加賀さんと私の一光線の誇りお見せします。そして、戦前からのね搭乗員が、減っていく一方で、一定の連度をね持つ搭乗員の補充が困難になった昭和18年度以降は、搭載機航空隊が一戦数ごとに数ヶ月の補充期間を要するようになってしまって、その間は空母として活動がすることができなくなっていくわけですね。今回は最初から危険な状態にその一方で、海軍は航空船をね基地航空隊へ中心に方向転換をしていくわけです。
先ほども紹介しました南太平洋海戦の被害から再建した小核と髄核の搭載機、これを4月の2号作戦のための基地に航空隊へ返還されてしまいます。また昭和18年の間でも小核はほぼ戦闘に参加することがなくて、9月10月には米空母の出現の情報を察知して、出撃はするんですけども、結局空振りに終わってしまうということで、なかなか決戦を挑もうとしても、やっぱりこちらの実力もね、分かってるんでね。宗谷に大型バルジガン積みで、レの雷撃にも耐えられるとか、試したら走行が90オーバーいけました。もう、宗谷の運用方法がだんだん確立されてきてるんですね。この子の場合はちょっと特務艦の中でも本当に特殊な艦ですから、階層レベルもね、高いところもあったりして、まだ私のところでは50、今3なのかな。まだ階層レベルにはなってない状態です。そして、ここでもね、不利な状況というのはやはり情報収集の面においても差が出始めてきております。こちらとしては相手の位置をね確認をしてそこに出撃をしていきたいところなんですけども、そういった暗号の解読も思うように進まず、相手がどこにいつ攻撃してくるか、そういったところが予測でしか本当にね予測でしか行動できないためになかなか決戦までに持ち込むことができませんでした。そして前回のイベントでありましたラバウル空襲ですね。そうや、ここで大破してしまったか。そのためのため込んではあるんですけど、社員さん、お久しぶりです。お元気ですか？社員さん、こんばんはです。なんとか元気にやっております。これの方もね、元気にやっておりますので、社員さんの方も、配信、長時間の配信お疲れ様です。ちょっと自分だとそこまで長く配信する体力ないので、1時間ちょっとですかね。そんな中で、やれる範囲内でやっていきたいと思っております。そして、これは唯一のチャンスだったのかもしれないです。昭和17年の、ロゴ作戦、米機動部隊の搭載機部隊に派遣するラバウルを空襲した、この時に米機動部隊を攻撃する機会を得たわけですね。これほど良い条件はないという機会を得たわけで、前回イベントではそれをうまくついて攻略がうまくいったというね、イフ作戦になったと思います。しかしながら実際にはこの攻撃は本当に全滅近いダメージをね負ってしまって、これによって実質的に米機動部隊に対する有力な攻撃方法がなくなってしまったんですよね。長くても4時間が限界ですよ。いやー、4時間はとてもちょっとできないですね。今日も頑張って1時間くらいにまとめようかなと思ってはいたりするんですけど、多分、もうちょっとかかりそうですね。女工型従順洋艦姉妹の末っ子です。
ごめんなさい。はい、それではちょっとねダメコン戦法なっちゃってちょっと非常にあれなんですけど、このまま進軍します。そして、搭載機を多く失ってしまったために再建のためまた後方に下がるわけなんですけども、またね昭和19年になって、アウトレンジに対応したね天山がようやく実戦配備ということで、したら大型バルジ派南極観測船でないと乗らなかったです。そうですか。私の宗谷はまだそこまでのレベルに達してないので、まだまだ先のお話でしょうけども、これでもここまで来ました。社員さん来ちゃいました。今飲んで少し酔ってるから何時間できるかやってしまいました。ダメコン使っちゃいました。皆さん見ないでください。ここはね、使いたくはなかったんだけどやっぱり使っちゃったな。やっぱり仕方ないね。今は少し飲んでるんで何時間でもできる。素晴らしいな。ここでね、いよいよ天山も実装、そして大砲も第一航空戦隊に加わって、アウトレンジ戦法がねできるぞということで、非常に自信を持って臨んだわけなんですけども、ここからは、米軍側でも、迎撃システムがね確立されておりましたので、大変だね。米機動部隊はね、迎撃システムに100機規模で攻撃機をほぼ完封するというね、もう鉄壁の防御シフトを確立していたわけですね。そのため、攻撃機を発進させた、マリアナ沖海戦では、数の上でも、前回のね南太平洋の戦いでは2対2だったものが、正規空母の差が3対9というふうに大きな戦力差になってしまってもいましたけども、それ以上に、搭乗員の、連動、また防空システムといったね、いろんな障害が加わって戦いがね厳しいものになっていくわけでした。ということで、ちょっとあまりお見せしたくなかったダメコンを使うところもお見せしてしまいましたけども、みんな無事にね帰ってきましたね。はい、これで機動部隊決戦 80% ということで、残すは6の4、離島世紀との戦いですね。ちょっとね、装備の方が、ここまでは対艦戦ということでやってきたんですけど、ここからは対地戦も交えていかないといけないので、編成の方をここで変えていきたいと思います。次の作戦に備えますね。風呂はいいな。修理に入るよ。しかしどうして味方同士でぶつかるか。はい、ここからはね出役メンバーちょっと変更になります。赤城と武蔵はそのままになって出役なんですけど、ここで最上が出役になります。
対地攻撃用の、ダイハツ想定に戦車中隊を搭載をした、部隊、そして、対空戦用の担当としてアトランタ、そして、対地攻撃用の戦車隊と内科艇を装備したまさに絶対集積マン殺すマンになっている朝潮と、海風というメンバーでいきたいと思います。こちらの方も、URL の方にね貼ってる編成表がありますので、ご参考までに見ていただければなと思います。あら、加賀さん、もうすぐ夏ね。新しい水着ですか？特に用意してないけれど。あとここでちょっと一つね、ここで、ご紹介っていうわけじゃないんですけど、前回、掛け軸で、ごめんなさいっていうね、縦書きのものを貼ってたんですけども、今日は横書きの掛け軸を貼ってみました。はい。これもごめんなさいというふうになってはいるんですけど、こちらはですね、2015年の時に配布されたものになりまして、ちょうどこの時に、PT 軍がね実装されたんですけども、ちょっとその時にバグなのかな、ちょっとうまくね機能しないというか、非常に倒すことがね困難だったんですね。それで運営さんもそれを認めて、お詫びということで、カンコレでお詫びと言ったら掛け軸ということなので、配られたものになります。ではここで、問題です。この掛け軸の書いた人は、カンメスは、誰でしょうか？もしお分かりな方がいらっしゃいましたら、コメントでいただけると嬉しいです。ただ正解しても商品とかはありませんので、あしからず。はい。一応ギミックでね、ちょっとスイカの裏に隠れちゃってますけど、ライトアップします。ちょっとだけねライトアップします。はい。こんな細かいギミックがあったりします。もう一回。はい。はい。それでは正解の方はこの出演が終わったら紹介をしたいと思います。では続けていってみましょう。6-4に関してはね、先ほど見たような支援艦隊が出せないので、基地航空隊を出すことになります。一部隊だけですけどもね、天山と飛龍、そして、陸上偵察機、こんな感じでね、支援を出していきます。じゃあ行ってみましょうかね。はい。敵の機動部隊が出てくるはず。加賀さんと私の一光線の誇り、お見せします。いつもは秋津島入りで左から行くんですけど、見ての通りね、行ったことがないんですよね。ここね、右側行くのは本当に初めてです。持っていないですけど、陣痛とかですか？イデアさん、陣痛、なるほど。さすがですね。正解です。はい。答えを言う前に正解が出てしまいましたので、今回も正解は陣痛さんでした。はい。これは単焦灯が当たっているというところからも、推測できたんじゃないかと思われますけども、掛け軸は、陣痛さんが書いたものになります。はい。
すいません。最初潜水艦戦なのに単獣陣選んじゃいました。なんか事故りそうな雰囲気がする。大丈夫かな。なんとか耐えた。よし、いけないな、これでは。そうなんですよね。掛け軸は、カンムス一人一人が、直筆で書いていますので、誰かしらのね、特徴がよく出ていると思います。まあ、先日の三風の掛け軸ですとね、ごめんなさいのね、とかがね、ひらがなじゃなくてカタカナだったりとか、まあ、ちょっと細かいんですけど、まあ、そういったところも、見ていて面白いと思います。ここからは、水上戦なので、単獣陣選んでいきましょう。第一次攻撃隊発艦してください。改装された第一航空戦隊の力お見せします。はい、それではね、まあ、雑談の方はまだまだ、続いていきます。昇格型の建造時期がね、新しいこともあって、まあ、レーダーとかね、対空機銃の増設、消火装置の強化以外の大規模な改装は行われてはいないんですね。昭和18年の航空本部資料では、潜水マスに東海部隊を送ってる人もいましたね。この任務。やっぱりあれだけ潜水艦5隻も並べられるとさすがにね。まあ最初の潜水艦マスはまあイベントでもよく使う手ではあるんですけども、まあ燃料もまあ十分ですからね。まあ一応今回の出席メンバーは全員コンディション良くなっているので、まあ、特に被弾をするっていうことは考えていない、まあそんな感じで出撃しております。そして、まあ、航空本部資料では昇格型の飛行甲板をね11メートル延長可能とされてましたけども、まあ、実際には搭載機の運用に大きな問題が生じなかったため、こちらの方の改造は行っておりません。昭和20年以降、まあ、昇格型がもしね、現存していれば、まあ、空母部隊の維持の継続をされた場合、飛行甲板の延長や着艦制動装置の更新、また、離艦促進ロケット用の倉庫の設置や対戦装備の増設といった改装が行われた可能性があるそうです。結構ね、いろいろな改装計画があったそうですね。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。ですからもしね、戦局が優位に保っていられれば、まあ、大規模な改装工事がね、行われていたかもしれないですけども、まあ、損傷修理の機会を、ね、利用する以外にはあまり改装する機会がねなかったというのが、まあ、現実的で、おそらくは流星とかがね配備されなければ、まあ、実際の大掛かりな改装はしなかっただろうと予想されます。マリアナ沖海戦後のね、まあ、髄核、まあ、大砲がねこの戦いで沈んでしまって、非常にまあ、ショックだったわけなんですけども、まあ、これは軽質油庫がね外装にあったんで、まあ、そこが誘爆の原因だった一つだったので、まあ、そこをコンクリートでね、まあ、充填をして、まあ、そういった被害にならないようにということで、
即席ではあるんですけども、バルジを増設したりとかもして、できるだけ、そういった誘爆とかがね、ならないように処置は施されてはいたんですけども、これは本当に一時的な処置なので、性能とかそちらの方に影響を及ぼしていたかもしれないです。本当にね、やれることはもうこれしかなかったっていうね、感じを受けるところです。よし、これを乗り越えればボス戦か。やっぱり、ここ右回りは大変ですね。たどり着けるのだろうか。そして、航空本部が求めた日本空母の最終形の一つである大砲の型へのこう空襲だったかなダメだな。ここ初めて来たんで、ルートの戦闘もよく分かってないですね。適当にやって、完全処理というのも、よくないな。でも、これで覚えました。この大砲、海大砲型への変換途中の段階で当たる間であり、各部の試行錯誤の部分が設計に残していたりします。もしね、この時、蒼龍や飛龍、条約型の空母がね、健在とかであれば、こちらにも新たな改装計画がね、あったわけなので、艦型も拡大し、強化した防御力を効果を発揮して、おそらく強力なね、水準以上の航空母艦になっていたかもしれないですね。その反面、飛行甲板がね、やっぱ被弾しますと、もう未発着ができなくなってしまうというね、そういった問題も抱えていたのは日本空母の一つの弱点だったんじゃないかと思います。その後、装甲化した装甲板をね、支える格納機能を持った大砲も完成はしたんですけども、大砲型が被弾が頻繁にする激しい航空戦では、被弾後も空母として機能の維持をしたまま戦線にとどまるという点では有利だったと思われますけども、結局その機会は訪れることがなく、昇格型は良くも悪くも従来の日本空母の最終形であったんじゃないかなというふうに感想です。はい。ということなんですけど、戦闘の方はここね、一応 A 勝利でいいのでこれ以上やらなくてもいいんですけど、ここまで来たので、野戦行ってみましょう。改装された第一航空戦隊の力、いいでしょう。お見せします。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。てはい、ということで最初はというかね、ちゃんと勝利取ってきてくれましたね。ちょっと道中かなり怪しかったんですけど、すいません、提督の情報不足で乾物に負担をかけてしまいましたね。ここで出ましたね。水着モードの最上、はい、いいですね。艦隊が起動しました。水着モードになってるけど、今の状態だとでも、そうか。海2の状態だと水着じゃないんですね。これはこれでちょっとな。あと
ともう一回ね、勝利しないといけないので、また準備していきましょう。はい。大丈夫。次の作戦には間に合わせます。シャワー浴びてくる。関西機の補充もありがとうございます。助かります。あとは基地航空隊の補充も忘れずにと。補充も忘れずにと。言ってる矢先から、第二中隊飛龍が全滅しておりましたね。致し方なし。はい、では、2回目、行ってみましょう。慢心してはダメ。全力で参りましょう。はい、慢心ダメ、絶対。あと、そうですね、昇格型について、ここまで雑談してましたけども、あと最後にね、髄核について、ちょっと、紹介をさせてもらおうかなと思います。これは、対戦後期ですね。積極的に、最新兵器の搭載が、優先されていたわけなんですけども、そういった中の、どういった部分が評価されたのかというのを紹介していきます。最初に紹介するのはレーダーですね。これも他の艦艇に比べると非常に早い段階で装備されています。6-4は基地航空隊がお亡くなりになりやすいのも苦手なポイントです。そうですね。基地航空隊はね、回避能力がね、あれば、もうちょっと運用しやすいとは思うんですけど、そうなるとまたネームドだっていう話になってくるんで、ちょっと荒れそうな雰囲気があるから、あまりそこはね、言わないようにしていきましょう。はい。昇格は珊瑚海海戦の復旧の時ですね。1942年、昭和17年の6月頃にはすでにレーダーの装備が完了しております。伊勢や日向で除くと、日本海軍の軍艦の中では、もう最も早いタイミングで実装されています。髄核もそれから遅れること昭和18年の中期頃にはレーダーの装備、まだ19年の初頭にかけては、両艦ともまた新たなレーダーの装備ということでね、積極的に、電弾類の装備を回収しているようです。そして飛行交番に関しても、弱点は弱点ではありますけども、それを少しでも軽減する、回避するために明細を施しています。髄核はね、映画雷撃隊出撃という、戦時中に撮られた映画があるんですけども、それにも出演をして活躍をしています。銀幕のスターもやっているということで、非常にね、幅広い活躍ができる子ですね。私は大和型。いけない。ここはね、アトランタ大破しちゃったんで、ここは撤退です。私、踏みつきっていうの。はい。はい、撤退しましょう。ここはね。艦隊が起動しました。艦載機の補充もありがとうございます。助かります。さすが。最終回帰だからね、簡単にはいかないですね。もうすぐ夏ね。新しい水着ですか？特に用意してないけれど。ちょっと怪しいんで、ちょっと休憩を入れて、こうかな。
そして、飛行交番に塗装がね、確認されるんですけど、攻撃機が発艦後は飛行交番にはね、移動式の単装機銃が設置されているそうなんですね。もう本当に絶対に脅させないという移動式機銃が所狭しと置かれているというね、すごいですね。そして続いて紹介するのが対空火器も大幅に強化されて、さらに防御火器類もね、多く設置されています。激化する戦闘、竣工時と比較すれば機銃は大幅に増加。飛行交番の前後には機銃群が設置。最終状態の追加はこの時期の他の空母と同様、噴進砲やね、移動式の単装機銃等を備えて、で、特に噴進砲に関してはね、8機も搭載していたということですから、それだけもう重要な艦ということはね、もう説明の余地がないんですけども、強力な対空能力を持っています。またここはちょっと資料がねないんで、本当にその搭乗員だった方のお話なんですけども、格納庫の中の航空機のスペースも新たに設けていたそうです。これではちょっとお見せすることはできないんですけども、若干ですけども、後部タッカー交番というところなのかな、ここを、増設スペースに改装したというね、そういった逸話があるそうです。そして、先ほどもちょっとねお話にありました、昇格が沈んだ原因は潜水艦からの魚雷攻撃だったんですけども、ちょうど監修あたりには軽質油の置いている、ブロックがあったんですけども、見事にそこに命中してしまって、それが原因で誘爆して大破ということになってしまった、いわゆる弱点だったんですね。なので、追加の方ではこの箇所を、鉄筋コンクリートで固めて、同じような状態にならないようにということで、まさに苦肉の策だということで、バルジュの増設も行われていたりします。そして最後に、先ほど格納庫がねちょっと増設されたという話もありましたけども、最終的には搭載機数もやはり増えていきまして、昭和18年6月の航空本部資料では、昇格型はゼ戦27機、水星31機、天山23機の81機が搭載予定でした。昭和18年の7月の実際の定数は、昇格がゼ戦27、99艦爆が18、97艦砲が27、錦艦艇が3機の合計75機、追加がゼ戦27、99艦爆27、97艦砲23、錦艦艇が3機の合計80機ということで、本当にね、始まった頃に比べると数が圧倒的に足りないということが、これでもわかるんですけども、当初よりもやはり搭載機数は増えていきました。というところで出撃もできそうなので行ってみましょうか。いけない。これはね、6の5をやった名残なんですよね。第2航空隊を使っていきます。慢心してはダメ。全力で参りましょう。
ということでね、今日は、昇格型航空母艦の、雑談ということでしていきましたけども、いかがでしたでしょうか。今日は全く後半期のね、ちょっとお話をしていましたので、もし資料がありましたら、前半期のお話もね、していきたいと思ったんですけど、ちょっと手元の資料が後期の話しか載ってなかったので、今日はそんなお話になっております。どうもアトランタのところを狙ってくるけど大丈夫かな。作戦を全うできてよかったです。これが朝潮型駆逐艦の力なんです。さあ、どんどん出撃、進軍をしていきましょう。あとは通常戦闘が2回と空襲1回ですね。多分ここが一番きつい感じしますね、この階級の中では。改装された第一航空戦隊の力お見せします。鹿野屋さん、飛行、新任務の遠征で達成が上がらなかったので、なぜかと思ったら、防機サイト船団護衛と防機サイト輸送任務を間違えてた。達成パーセンテージが上がらなかった。なぜかと思ったら、防機サイトの船団護衛と防機サイトの輸送任務を間違えた。なるほど。だいぶ、ね、任務が重なってくるとね、出撃任務だったら、海域の攻略をするのでね、あまりそういうのはないんでしょうけど、遠征とかですとね、確認やっぱり必要ですね。任務この遠征で OK っていう風にね、指差し確認をしていくしかないのかなという風に思われますね。鹿野屋さん、紛らわしいんじゃ。そうですね。同じように見せかけて似てるようなね、名称の任務はやっぱりありますから、今回、出撃任務の、左の上の方にね、今回の任務の名前書いてますけども、BY10、これはこの作戦の、順番ですね。に振られた数字ですよね。そういった任務で、そしてそれで何が必要なのか、攻略が必要なのかっていうのがね、確認した上で出撃をするわけなんですけども、私も、効率を求めていくのであれば、複数の任務をね、同時にこなせるようにやっていければ一番いいんですけども、自分なかなかそういうのが苦手でもうその一つの任務をね攻略するまではそれしかチェック入れないで、これが攻略終わったら、次にまた攻略をしていくっていう流れでやってたりするので、多分人よりそういった意味では攻略のスピードがちょっと遅いのは仕方ないかなとは思うんですけど、でもいいんです。出撃をすればするほど、連度がね上がっていきますので、たとえこの作戦がね途中で頓挫してしまっても経験値は残りますから、決してこの出撃が無駄ではなかったということを、強調して、撤退をしたいと思います。アトランタ狙われるなぁ。
これは完全に狙われてますね。私は大和型。仕方ないね。この中ではね、一番連度が、まあ、低くはないけど、一番当てられやすい艦隊が起動しました。状態にあるからな。艦隊が戻ったの？あ、作戦終了。と思ったら遠征部隊まで帰ってきちゃったけどね。今は燃料をね、一番重要視してますので、タンカー輸送護衛任務、これ常に回しております。ようやくね、8万まで溜まってくれましたけど、いやー、本当に燃料の消費がね、激しい。うん。いいんじゃない？あとはね、戦闘の方がね、ちょっとあれなんで、ここは、うん、戦艦武蔵、いざ出撃するぞ。まあね、よく戦闘中にこうかばうという行為も発生してくるので、大丈夫。次の作戦には間に合わせます。まあ多分あ2番艦にすればそうそう直撃弾を受ける、もしくは赤木さんをかばったりすることがない限りはね、多分大丈夫だと思われます。はい、あら、加賀さん、もうすぐ夏ね。え、新しい水着ですか？いいかな、ここは。よし。よし、では、3回目、行ってみますか。あ、出撃になってるよね。出撃。OK。よし。慢心してはダメ。さすが、全力で参りましょう。6の4。簡単ではないな。うん、この出撃で終わりにしましょう。さあ、みんな頑張ってきてね。第一次攻撃隊、発動してください。よし、突撃する。よく狙って。今の僕は負けないよ。甘い甘い。割れてしまいました。ここは危険です。叩き落とせ。先ほどね、紹介にあった、やっぱり第一潜水艦軍がね、厄介ですね。うん、よし、怪我しません。まあ、東海を出すっていうのもあながち間違いではないですね。鹿野屋さん、次のイベントは小規模だそうなので、なんとかなりそうですが、その次のイベントが危険そうなので、今月は備蓄重視でやってます。そうですね。小規模と言いつつね、一つの海域に何本もゲージを持ってくるというのがね、前回、ありましたので、うん。まあ、決して小規模だということをあまりね、お見せをするというかね、ならないように、まあ、備えていく分には、まあ、中規模クラスのイベントだという風なイメージでね、まあ、私は用意していきたいと思っています。まあ、特に、前段作戦でね、どれだけカンムスたちをね、活躍させられるかがかかって、攻略の鍵かなと思っていますので、まあ、欧州だとすると、まあ、そのカンムスたちは後半に取っておかなければいけないでしょうから、まあ、そうは言ってもね、主力艦をどこで切るかというのはなかなか勇気のいる行為になりますから、まあ、そこら辺が楽しみでもありますね。ということはね、次回のイベントはおそらく
グラフ・ゼッペリンとアーク・ロイヤルが、活躍するイベントなんじゃないかと。そしてガンビア・ベイもね、活躍する。楽しみだな。第一次攻撃隊発表してください。第一次攻撃隊発表してください。いやー、なかなかイベントじゃない通常イベントですからね。まあ通常イベントっていうか通常任務なので、行こうか。僕が相手だよ。そうですね。まあ次回あたりは、鹿野屋さん、欧州と言いつつ、講談でどこへ飛ばされるかわかりませんしね。そうですね。まあ、前例はありますからね。まあ最初の回帰もね、欧州がわーいってね、言ったと思ったらいきなりまた、ソロモンだったみたいなね、ことも考えられなくはないですからね。よし、もらったぞ。ヤマトよ、見てろ。海域から出てけ。よく狙って。なので、まあ備蓄はね、どのくらいあったらいいのかな。おそらく燃料は20万は用意しておきたいですね。基地航空隊を使うのと、まあ艦隊のね、出撃、修理、まあその他もろもろいろいろ使うことになると思うんで、まあ最優先でね、貯めていきたいと思います。まあ鋼材と防気サイトは、まああるだけ、多くあるだけね、いいと思いますので、まあ最低10万以上あれば足りるんじゃないかなとは思いますけども、あとは弾薬に関しては、まあ遠征でもね、補充しやすい部分なので、まあ、こちらも10万程度あっても、まあ、たとえね、枯渇してもすぐに補充することはしやすいですから、まあ、何においても燃料の補充ですね。まあ、ここをね、十分憂慮していければなと。そうすればね、まあ、多少、この勝利で慢心してはダメ。まあ、予想外の展開になったとしても、まあ、出撃する分には困りませんので、あとはそうですね、まあ、回収したい装備は山ほどあるといえば数までなんですけど、あとは回収ネジに関してはちょっと課金してでも上げていけるところはちょっと上げていこうかなと今回思ってたりもします。まあ、具体的には、艦上爆撃機と艦上攻撃機ですね。この2つを少しでも高めていきたいとは思ってます。まあ以前931航空隊が、まあ、特攻だったというねこともあったりして、とても侮れませんので、とは言ってもね、すぐには強化できるような部分でもないんで、一応今回アップデでね、情報修正されました対地攻撃ができるようになった関西機に関しては、まあ、1つでも2つでも強化していければなと思いますね。ある程度妥協しようと考えてます。プレイ時間にも限りがありますので。そうですね。私もプレイスタイル的にはもうカンムスをね、最後仲間にすることができる開口する方はね、正直あまり
期待をしてはいないです。とにかくね、イベント回帰を攻略するっていう、そこが最重要ポイントになっているのでね。鹿屋さん、装備特攻、かつてありましたね。ね、前には、本当に前にはね、随雲とか、随雲だったかな、確か特攻があった時もね、あったりして、ちょっとビビりましたけども、いずれにしても、用意だけはね、して臨みたいですね。はい、ということで、ピーコク島の離島世紀もこれで完封だいぶ苦しめられましたけども、はい、ヘリ搭載護衛艦の先駆けのような僕だからね。やっぱり最上強いですね。対地装備の効果も、強いですけども、それに野戦の火力が乗って、離島世紀もね、もうほぼワンパンで倒しちゃうようなものなので、今後のイベントでもやっぱり切り札的な存在になってくるでしょう。うち裏風じゃよろしくね。はい、ということで最後を、裏風が飾ってくれました。はい。艦隊が起動しました。という感じではありましたけども、ちょっと苦戦しましたね、やっぱりね。任務の受領に入っていきたいと思います。機動部隊決戦。本当にね、4回期にまたがる戦いでしたが、無事に完了することができましたので、受領します。これね、熟練搭乗員にカタパルトに、そして、キッカね。これどれを選んでも、というかね、カタパルトかキッカのこのどっちかなんですけども、私のところではね、カタパルトはまだありますので、キッカね、選んでいければな。キッカでいいか。よし、選ぼう。はい。燃料、弾薬、防気サイト1300いただきまして、キッカですね。こちらをいただいていきます。そして、先ほどね、紹介にもありましたけども、今回の拡張作戦の戦果報酬でプラス600億、でっかいですよね。今回は、一応、3軍狙っていきたいと思ってますので、これをも取ってみました。はい。鹿屋さん、自分派キッカの予定です。はい。鹿屋さんもキッカの予定ですね。一応ね、こんな感じで、任務の方は終了となります。いや、本当に社員さんほど私長くね、ちょっと配信する体力ないので、ちょっとそろそろ危ないかなですけど、最後までね、今日もやっていきますよ。あともう一つ残ってます。はい。井出谷さん、600は大きいですね。そうですね。多分、今月も戦果はちょっと高いのかななんて思ったりしますけどね。鹿屋さん、新任務の方で、カタパトってガンビーニに使いました。なるほど。新任務の方でね、もう用意されて、ガンビー2ね。そうですね。じゃあ先に、ガンビーも改装したところをね、お見せして、その後に今日は何の日、いつもやってるコーナーやらせてもらって、今日のお別れしたいと思います。ガンビアベイ。
なんか微妙なね、階層の数値ですけどね。カタパルトと階層設計図ね。あとは、こちらのご覧の高速建造材と開発資材が必要になります。それでは、階層の方に入っていこうかな。よいしょ。ああ、そうか。今、ガンビーもね、夏モードになってますけど、これなっちゃうと、ちょっと見れなくなっちゃうのか。それはちょっと寂しいので、そこはそこで、いければな。じゃあ、ガンビー、マーク2。いいですね。ね、いいですね。もう自信がないあのガンビーとはまるで違う自信満々のガンビーや B、はい、なりましたね。はあ、なるほどね、いろいろ持ってきますね。ははあ、これ持ってくるんだ。夜間作戦航空要員も持ってくるし、カノヤさん、低速なのが、まあガンビーらしいとも言えますが。そうですね、あくまでね、ここは護衛空母なんでね。これも、夜間戦闘機持ってくるのはちょっと大きいですね。なるほどね。そしてレーダーも改装済みのものを持ってきてと。そして改装されてる FM2 も強化されてると。なるほどね。これはなかなか使いどころがありそうな感じがします。はい。という、スロットルも増えてるし、いいね。なかなかいい感じですね。はい。さあ、ガンビーの改装も終わったところで、では、今日の難度飛コーナーをやらせていただきます。カノヤさん、周波すると、背中に謎クリーチャーがひっついてます。また、謎クリーチャーという名の、浮輪さんとかそんなやつなのかな。それも後で楽しみなんで見てみたいと思います。はい、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。今日はね、だいぶ出撃の方も頑張りました。ということで、今日のね、難度飛コーナーを始めていきますね。本日7月17日になります。こちら、はい、今日はね、東京の日となっております。こちらは、1868年ですね。明治天皇の詔書により江戸が、東京に改称された日となっております。この、江戸を称して東京となすの詔書は、天皇が明治に
政務を取ることを違いますね、天皇が江戸で政務を取ることを宣言し、地名も東京と改称するという内容です。西の京が京都にあるのに対して、東の京である東京という名前が付けられました。これは東にある都というね、その通りの意味になっております。また、表記はね、今東京というふうに私申しましたけども、読み方についてはね、特に決まりがなかったそうです。ですから、初めのうちは東京という読み方ではなくて、統計というね、発音ですることが多かったそうです。その後、教科書でね、やっぱりこれ載せないわけにいかないんで、これで教科書の中の振り仮名が振られた時に東京というふうにね表示がされて、それ以降はもう混在することはなくなったそうです。ただこの詔書が発せられた年はまだね、戊辰戦争ということでまだまだ予断を許さない、言ってみれば内戦状態だったわけなんですけども、まだまだ京都にねいるお公家さんはね遷都に反対をするといったこともありまして、スムーズにはいかなかったと。ですが、廃藩置県ですよね。その行為が行われた1871年の明治4年、これによって江戸から京都府、京都市と、そして現在の東京都となったのは、これは太平洋戦争中の1943年、昭和18年のことだったということで、意外と最近、最近なんだな、という東京都がね、出来上がったことになります。その記念日が本日の7月17日ということでしたので、今回の紹介とさせていただきました。皆さんはね、お住まいの箇所がいろいろあろうかと思いますけど、もしね、東京にお住まいの方でしたら、多分、今日は東京の日なので何かしらイベントを、やってるのかもしれませんけども、そういう感じでね、紹介の方をさせていただきました。はい、ということで今日もね最後まで、番組の方ねを続けることができました。本当にご協力ありがとうございます。まだまだこれからが、暑さ本番だと思いますので、皆さん体調にはね十分気をつけて、健康が一番です。何を置いても、睡眠時間は確保して、次の日元気にね活動できるようにいたしましょう。それでは、今日はこれで失礼したいと思います。お疲れ様でした。次回もね出撃任務等々の内容でお送りをしていきたいと思いますので、またツイッター等でね、案内いたしますので、またぜひ、ご視聴してまた、番組のご協力等お願いをして今日は失礼いたしたいと思います。またね、ツイッターで、フォロワーしていただいた方、もしね見ていただけたらこんな感じの放送をやっておりますので、よろしければ、高評価、チャンネル登録もまたよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。じゃあね。